こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。今日はですね、実は報告がありまして、フライクアドバイザリー契約っていうサービスをローンチすることにしました。今日はこのアドバイザリー契約がなぜ発生したのかとか、なんでこういうサービスを生まれたのかみたいなことをしっかりお話をしていこうと思ってるんですが、やっぱ僕たちのメインの仕事は業務設計とかシステム設計なんですよね。そうですね。ただプロジェクトが始まる前、お客さんモヤモヤしてる段階でIT ツールベンダーとか何も考えずにシステム開発を依頼してる企業さんが多い。で、僕たちに依頼したタイミングでもう失敗してる企業さんが多すぎるので嫌だなと思ってこのアドバイザリー契約を作りましたので、しっかりとこのアドバイザリー契約が何かっていうのをお話をしていこうと思っております。成果努力で作られる。早速スタート。では、結論からお伝えをしていきたいと思います。まず、アドバイザリー契約は大きく分けて2つ我々からサービスを提供します。まず、1つ目。Zoom で同期型コミュニケーションで我々に相談することができます。具体的にどんな相談を受けることができるんですか？具体的には、もうシステムに関係ないような経営に関する相談であったりですとか、我々が得意とする IT とかシステムに関する相談であったりですとか、あとは組織的な部分ですよね。組織マネージメントに関する相談。そしてあとはマーケティング、セールス、バックオフィスといった業務に関するような施策の相談っていうのが可能になります。サービスの2つ目。同期型コミュニケーションで行うスラックでのコミュニケーションができるようになります。最初にご説明した同期型のコミュニケーションっていうのはやっぱり月に2回とかでやっていくので、都度何か思い出したとか相談したいってなった時にスラックでテキストベースのコミュニケーションを取ることができます。我々のサービスの軸が業務設計とかシステム設計とか結構金額が太いもので数ヶ月かかるけど、本当はその前の段階で経営者とか取締役の方々が悩みがあるはずなんですね。その悩みがある状態でプロジェクト化するのではなく、ラフな状態で相談する相手先がいないんじゃないかと思ってるんですね。これを作った背景もう一つあるんですけど、契約してるお客さんからこれも聞きたい、あれも聞きたいって結構多岐にわたって、それプロジェクト関係ないなみたいなの結構あるんですね。ただお客さんの要望としては、まだプロジェクトを1回あたり数十万払うような大きなプロジェクトでもないし、アウトプットも特にいらないと、壁打ちをする相手が欲しいですっていう風なリクエストなんですね。裏返すと、なんでこれ我々が提供しなくちゃいけないかっていうと、 IT 導入とか経営に関する先を誰に聞くのかってなったら、例えば IT とかシステムだったらベンダーさんに聞いちゃうんですね。そうするとツールの提案しか受けないんですね。そうですね。そうするとツール脳になってしまって、ツールを導入しなくちゃみたいなことになるけど、本当はそこじゃないと。本当は組織の人の部分であったりとか業務の進め方を変えないといけないみたいなところあるけど、相談する先がないから今は IT ツールベンダーに相談しちゃってる、システム開発ベンダーに相談しちゃってるみたいな人を救いたいなって思ってるんですけど、どうですかこのサービス？いいですね。やっぱ不安ですよね。 DX をやりましょうとか、今からやりましょうってなった時に、じゃあどのツールを導入するのかとかっていう話になっていくと、いや根本そこじゃないしっていう、でも社内に詳しい人いないしどうしようっていう時に相談相手がいるっていうのはすごく企業としては嬉しいと思います。ちなみに、よくある課題、企業さん側のこういうふうな課題があるんじゃないかなって3つ仮説を作ってきてます。まず1つ目が、経営や IT の意思決定に迷いがあるが社内に頼れる相談相手がいない。先ほどお伝えした通りですよね。社内の中に経営目線でなおかつ鳥の目、長官的な役割で組織を横断して、ここはこういう課題があるけどここもこういう課題があるなみたいな、組織を横断して考えれるパートナーがいない経営者の方とか取締役の方って結構多いんじゃないかなと思って、こういうふうな課題を1つ目として挙げてます。そして2つ目の仮説なんですけど、 IT 業務の改善を進めたいけど何から手をつけたらいいかわからない。そしてここですね、優先順位がわからないっていうところなんですね。何か取り組みたいことがあるけど、いやこっちが先かな、あっちが先かなみたいな、特に IT ツールを入れるっていうそこだけの側面で考えちゃうと、人を採用していないのに
とか IT に得意な人がいないのに高価な IT ツールだけを先に入れてしまうっていう企業さん多いじゃないですか。最悪ですね。まあ待てよと、 IT ツールを入れる前に育成計画大丈夫みたいな、ご年配の方めっちゃ多いけど IT に対するとかそのシステムに対するアレルギーがある中で最新の IT ツール入れる前にさ、半年とか1年間さ IT に関する悩みを解決して IT に対するアレルギーをなくしてあげるみたいなのって必要だと思うんですけど、その相手先ってなかなかないと思うんだよね。じゃあ研修企業みたいなところに問い合わせしちゃうと、じゃあこれの研修しましょうね、あれの研修しましょうねみたいな組織ってあまり関係ないようなところになってしまうので、まずは相談先としていいんじゃないかなって思ってます。そして最後3つ目なんですけど、1つ目と2つ目に重複しているような内容にはなるんですけど、組織やチームマネジメントの課題を解決したいけど社内での第三者視点が得られない。例えば営業部長に相談したらやっぱり営業の部長の目線で営業はこうあるべきだとか、他の部署は営業から見たらこうしてほしいみたいな、やっぱ当事者意識が強いがゆえになってしまうんですよね。一方で経理目線で言うと会計ソフトをこうしたいとか仕分けを早くするにはこうしたいみたいなリクエストが来ちゃうけど、いやいや待て待てと、マーケとかセールスとかサービスプロセスを考えると実はいろんなこと考えなくちゃいけないけど当事者意識が強すぎてこうなっちゃうんですね。なので第三者の視点が欲しいみたいな人向けのサービスかなって思ってます。このサービス残念ながら提供できるので僕たち2人しかいないんですよそうですね。なので多くて3社しかまだ提供しようかなって思ってないです。この動画撮ってるのが2025年の6月なんですけど、ローンチするのが実は8月なんです。8月上旬にローンチしようかなと思ってて、8月がうちの期初なんですね。なので5期目は3社から5社がマックスで、私たち2人のどちらかが対応させていただき、それでノウハウが溜まっていって社内でもできるなと思ったら他のメンバーにも振っていこうかなと思ってるんですけど、まずは私たち2人が対応させていただこうかなって思ってます。先行で案内をしたんですけど、それなりのいい反応が出てるのでボツになるかもしれないけどこの動画自体がね、ずっと我々の支援を受けるってわけじゃないと思うんですね。1年とか2年とか受けたら卒業っていうところもあると思うので、そのタイミングで新しい企業さんとの出会いがあればいいかなって思ってます。新堀さんはどういうふうなお客さんにこのサービスを提案したいですか？右も左ももうわからない、もう無理だっていう企業さんにうかつになんか SaaS とか IT ツールに手を出す前に相談してほしいなって思います。それはシステム導入成功率とかに紐づくんですか？そうですね、絶対紐づくと思います。やっぱ 52.8% を 100% にするには誰とプロジェクトを組むかとか、どういう風な順番で進めるかみたいな結構重要だと思うんですけど、我々に問い合わせしてくる時ってもう覚悟を決めてるタイミングじゃないですか、その覚悟を決める前の段階でふわっとした状態で連絡いただけると嬉しいです。我々2人がしっかりと対応させていただきますのでお問い合わせお待ちしております。ぜひ皆さんが使っている IT ツールでおすすめの IT ツールありましたらぜひコメント欄にお願いします。で、本当はね値段を言いたいんだったらね、値段言っちゃうとさあげれないじゃんお試し価格でやろうとしてて、新卒を採用するぐらいのレベル感でちっちゃくスタートしていこうと思ってるんですけど、僕の予想はねもっとね時間を費やしてくださいっていうお客さんいるんじゃないかなと思ってて、僕たちの想定では同期型コミュニケーションと非同期型コミュニケーションでトータルで15時間から20時間打ち合わせができればそれなりの壁打ちできるんじゃないかなって思ってるんですけど、お客さんによっては50時間とかなるべく同期型コミュニケーションでなおかつオフラインでフェイストゥフェイスで打ち合わせしましょうってなったらやっぱ交通費もかかっちゃうし、移動もかかっちゃうので、できる限り少ないお客さんを濃密にしたいなって思いからまずは3から5社で初めの値段は新卒ぐらいのレベル感の金額を、需要がたくさん来れば供給は少ないので少しずつ値上がりの嵐に乗っかっちゃおうかなみたいなことは考えておりますが、まずはスモールで始めようかなって思っております。問い合わせ来るといいね。そうですね。問い合わせはこちらからぜひご連絡お待ちしております。
今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。今日は新サービスということでアドバイザリー契約についてお話をしてきました。ぜひ私たちフライク2人が対応させていただきますのでお問い合わせお待ちしております。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。Thank you.